皆さんこんにちは、牧山きです。いつもご視聴くださりありがとうございます。チャンネル登録やグッドボタンいつも励みになっております。これからも頑張ります。さて今日のテーマなんですが、ズバリ複雑恋愛について、見ていきたいと思います。あなた様のね現状を踏まえた上で、お相手様の現状、悩んでいること、そして望みであなた様への思いについて見ていきたいと思います。はい、それでは選択肢出していきましょう。まず A さん、続いて B さん、そして C さんです。はい、決まりましたでしょうか。決まった方から、概要欄の、タイムスタンプを押して、リーディングに入っていってください。それでは今日もよろしくお願いします。はい、それでは A をお選びくださった方のリーディングしていきたいと思います。はい、こちらね3つのデッキ使っていきます。今回はねもうシャッフル済みで出させていただいております。はい、こちらはねミニタロットでサポート、メッセージ受け取っていきたいと思います。まず、あなた様の現状を、見ていきたいと思います。はい、続いてお相手様の現状を、見ていきたいと思います。はい、出ましたね。それではね読んでいきたいと思います。はい、まずねあなた様の、現状やお気持ちについてね、見ていきたいと思います。そうですね、今ねちょっとお疲れの様子なんですね。これまであなた様はお相手様との関係性を進めていくため、または安定させるためにかなりね努力をなさっていたんじゃないでしょうか。それはねあまり目立ちすぎる形ではなく、静かにお相手様の、決してね邪魔にならないような形であなた様がサポートするとか、そういったことがあったのかなと思いますね。で、あなた様の状況としても別のねお相手を探そうと思えば探せる環境にはあるんだけれども、それを選ばないと決めている現状、それが今あるのかなと思いました。はい、あなた様ねどんなことを努力されてきたのかなっていうことなんですけれども、そっか、お相手様に決断を迫らないとか、そうだな、プレッシャーをかけないようにしているとか、あくまでねあなた様がお相手様をサポートするような形で振る舞えるようにいつもね努力されてきたんだなというふうに思います。はい、でね次にお相手様の方ね見ていきたいんですけれども、お相手様はねそんなあなた様からね確実にエネルギーをもらっていて、ポジティブなねエネルギーをねしっかりもらっていて、でそうですね、もう少しでねお相手様の気持ちが定まりそうなんですよ。なんですけれども、これねペンタクルの7と8がね順番に出てきてるんですね。ちょっとね8がね逆位置になっているので見ていきたいんですけれども、なるほど、そっか、今現状お二人ね連絡取れてないかもしれないですね。はい、そっか、お二人ね現状がね見えないっていうところが出てきていて、あなた様もねお相手様とどう関わっていいかわからないっていうことをね考えていらっしゃるんじゃないでしょうか。けれども本当はね進めていきたいっていう二人の関係性っていうものをね終わらせたくはないね、希望を持ってね進めていきたい。会えばやっぱり楽しいし癒されるし穏やかな気持ちにもなれる。そしてね
こう2人のこう信頼感っていうものが心地よいっていう風にね、それも伝わってきますので、そういう関係なのにもかかわらずこう次がね見えないっていうところが今の関係性でねちょっと補足出して見てみたんですけど、で現れていますね。でお相手様はねあなた様から着実にねこうもらったエネルギーを蓄えていて、あともう少しのところでこう一歩踏み出せそうなところまで来てるんですよね。お相手様ね悩んでますね。で今お相手様の心の中でこうずっとその思いを巡らせていて、あなた様には見せていないんですけれども、しっかりねこの先のことをね考えようとしていますね。でお相手様はこう音信不通だったり、そうだな帰ってきても連絡がねわずかだったり、そうだな会えてない人もいるかなという気がしますね。でこちらにねカップのね逆位置が出てきたんですけれども、2人がねこうなんていうかそうだな結ばれるっていうことが本当に叶うのかどうかっていうところを心配しているんですね。なぜならこうお相手様はこうあなた様の愛情っていうものをしっかり受け止めていて、それがねまだ続くと思ってるんですね。あなた様がちょっとね身勝手な感じしますけれども、ちょっと勝手だなって思う方ねいるかもしれないですけれどもね、お相手様はそのようにね言ってるんですね。あなた様が与えてくれている愛情っていうものは当たり前ではないんだけれども、自分のことをしっかり思ってくれているっていう安心感を得ているんですね。でそのある種の安心感があるから信頼感もねそうなんですけれども、お相手さんは悩めているんですよね。本当に危機的な状況だったら悩む暇ってないじゃないですかね。明日もう何か生きるか死ぬかの時に明日生きるか死ぬかどうしようって言ってねこうゆっくりねああでもないこうでもないまた明日考えようなんてね思わないじゃないですかね。あなた様の信頼感というとか安心感がお相手様にしっかりと内省をする時間をね与えてくれてるんですね。なのでねあなた様がねこれまで努力されてきたこと、お相手様の邪魔にならないようにとかそうですねあくまでこう静かに進めていく関係性だっていうことをね、念頭に置いてこう関わってきたこと、がこれね今お相手様の、中にねしっかりとね変化をもたらしているんですね。で次にねこちらね、8のねペタクルの8の逆位置が出てきたんですけれども、お相手さんはねそのトントン拍子にね果たして進んでいくのか、次の段階で言うとしっかりとねあなた様とお会いして対話してやらないといけない、自分のね責任を果たさないといけないんですけれども、お相手様の中でね考えている方ですね。それをね考えてるんですけれども、果たしてうまくいくのかっていうところをね、今考えてますね。今ね現状がねざっとこのような感じかなと思うんですけれども、次にねお相手様が悩んでいることについて、見ていきたいと思います。ここでもね果たしてうまくいくのかっていうのもねある種悩みに近いところあるかなと思うんですけれども、一旦ちょっとこれ引き上げて見ていきたいと思います。お相手様の悩んでいること、お相手様ね、この3枚のカードで悩んでいる方を見ていきたいと思います。お相手様ね責任果たしていきたいなっていうところなんですけれども、いまいちねこう手立てが見つかっていないようですね。そこに今悩んでいますね。どうしたらいいのかわからない、やるべきことが分かっているんだけれども、それをねこう結果だけはねこう見えてはいるんですけれども、どのようにやっていくかその手順がね今わからないでいるみたいですね。あなた様との関係性において悩みの深さっていうのはさっきねここで
ハーミットね、いいんじゃないか、聖一がね、出ていたのと、関係があるかなと思いますけど、ここにね、エンペラーの聖一とか、マジシャンの聖一出てきてるんですね。ダイアルカナでね、こう示してきてくれているので、お相手様のあなた様へのね、お気持ちとか考えている時間っていうのはかなり多いと思いますね。そうじゃないとね、やっぱり出てこないんですよね。お相手様はね、これまでね、なんていうか、そうだな、お立場がね、あって、年齢も上の方なのかもしれないですね。リーダーシップもある方なのかもしれない。なんですけれども、そういったね、お仕事とかでの、自分っていうものを、恋愛にもね、出しすぎていたっていうところがね、あるんじゃないでしょうか。それがね、お相手様としては、普通で、いつも通りの自分なんですよね。それを崩してしまうと、なんていうか、自分ではなくなってしまうっていうような感覚になるみたいなんですね。今までそういう風なやり方をずっと通してきて、で、今までの恋愛っていうのも、そんな、いわゆるね、この立場があるお相手様っていうそのステータスに惹かれて、近寄っていた異性っていうものがいそうなんですね。昔の話ですよ。今じゃなくて、昔の恋愛なんですけれども、そういったね、人がいて、結局、そこの関係性にはね、愛がないわけですよね。愛が感じられにくい関係性なのかなと思うんですね。そういった方もいるのかなという気がしますし、お相手様はね、本当の自分をね、見せていきたいんじゃないでしょうか。本当はお相手さんだって、ちょっとね、抜けたところあるし、ユーモアだってあるし、そうだな、何かね、不器用な面もあって、お気持ちを素直に伝えられないとか、そういうね、天の弱なところがあったりするみたいなんですよね。で、ここでね、出てきているのが、やっぱり、そうだな、第三者の感じはね、あまり出てきていないんですけれども、もしね、お相手さんにもうすでにパートナーがいらっしゃるとか、お付き合いされている方がいらっしゃるっていう場合だったら、これはね、もうね、関係性としては、何かね、もう、破綻とまでは言わないかもしれないですけれども、今ね、ちょっとそこまではね、相手の方のね、やつ出してないので、それまでちょっとね、ごめんなさい、見れないんですけど、そうですね。そういったね、そのね、そっちの方とはね、けじめをつけられるんじゃないでしょうかね。そうじゃないとね、あなた様と、関係性進めないですもんね。で、ここのね、ペンタクルスの、キングがね、逆位置になっているので、これまでのね、自分の、やってきたことっていうものを振り返ってね、自分のそれが幸せではなかったっていうことにね、気がつくんじゃないでしょうか。今までの自分っていうものは、なんていうか、世間一般の常識に縛られていて、自分らしくなかった。で、あるいは、さっきね、ちょっとわがままな感じのお相手さんがね、ちらりと見えたので、なんていうか偉そうにしたり、わがままだったり、なんかね、本当はね、お優しいお相手だったとしても、あなた様を試すために、何かね、言うことを聞いてもらおうと思って、無理なことをね、お願いしていたかもしれないんですね。で、そういった自分っていうものは、本当の幸せな、自分ではないし、求めているものではない。ね。でね、ここにワールドのカードを、ね、出してきているんですね。お相手様はね、今、悩んでいることっていうものは、あなた様との関係性について、どうしたらいいのかわからない。ね。自分は責任を果たしていくべきだし、自分から歩みをね進めていく、そうしたいんだけれども、どうやっていく過程がわからないんですね。なんでかっていうと、これまでの自分の考えとか価値観っていうものを見直さないといけなくて、
中にはもうこれまでの自分とは180度違う自分っていうものにこう目覚めないといけない時期になっている。だとしたらやったことないわけですよね、お相手様としては。これまでこんな風にして成功してきたっていう体験があるものを一切なくして別の自分になるための手順っていうものを踏んでいかないといけないんですね。なのでね、これが達成できるお相手さんっていうことなので、きっとね、お相手様ね、すごい、頭の回転のね、早い方なんじゃないでしょうか。ね、すごいですね。しっかりとしたお仕事もね、きっとおできになるんですね。そんなね、お相手様の様子がね、見受けられます。でもね、恋愛ってなると、もう途端にね、もうなんだか、全然ダメになっちゃうって言ってすいません。なんていうか、そうですね、急に子供っぽい感じになっちゃう感じですよね。あなた様がね、相手様のお仕事の様子を見ていたら、こうさもね、大人のようなね、もうすごいね、包容力のあって、こうすごい何でも受け入れてくれそうな優しいね、上司とかね、先輩とかねだったりするのかなと思うんですけれども、もうなんかね、そんな感じじゃないんですよね。本当恋愛になるともう3歳か4歳か5歳ぐらいになった、ように思ってもらえた方がなんていうか、今のねお相手様の状況を見ると、分かりやすくなるんじゃないでしょうか。だいたいその年ぐらいの、お子さんをお知りになる方はなんかね、ちょっともしかしたらっていうところがねあるかもしれないんですけれども、やっぱりそのぐらいの年の、例えば男の子だったら自分でできることが増えてきて、あれもやるこれもやるっていう風に言うんですけれども、結局ねなかなかできないんですよね。うまくね、こう完璧にはね自分の思ってる通りはできないから、そういったところでね葛藤したり、こうできるよって言ったけど実はそんなに上手じゃないっていうね、まだまだこれからっていうところなんですけど、それって大人から見ると成長過程にある子供なので可愛いじゃないですか。頑張ってるなとか、もうそれでもいいんだよって言って少しずつ上手になろうねっていう風に思えるんですけれどもね、もしねお相手様がね仕事でできればできるほどそこのギャップって大きいから、なかなかね分かりづらいんですよね。もうできるんだろうと思っちゃうんですよね。でもそうではないっていうお相手さんがね出ているので、本当は恋愛に不器用だし、なんだかちょっとね子供っぽいところもあるんじゃないかなと、そんな気はします。はい、ではね、お相手様、あなた様に進んでいくためにはどうしたらいいだろうっていう風に考えてます。で、そのためにはね、自分の価値観をひっくり返さないといけないっていうところもね、感じているところなんですが、望んでいること、見ていきたいと思います。はい。そうなのか。はい、今はね、お相手様自分に鞭打って頑張ってます。そしてね、これね、デビルの逆位置ね出ているので、本当にね今かなり自制心を働かせて過ごしてらっしゃいますね。これはねどちらかというとあなた様に会うのを我慢しているような感じですね。なんかね失敗しないようにしっかりね、地に押し付けてやっていくっていうところが出ていますね。お相手様、そうだな、今ねもうお家にずっといるのではないでしょうか。何かねリモートのねお仕事とかが多かったり、ある一つのね場所にちょっと缶詰になってるっていうねお相手さんもいらっしゃるんじゃないでしょうか。一つのところにたくさんの時間いるっていう感じですね。そういったことを余儀なくされていて、望んでることではないんですよ。お相手様が望んでるわけじゃないんですけれども、お家の中にずっといなきゃいけないとか、であとはねあなた様への思い、なんていうかちょっとねドロッとした感じなんですけれども、ドロッとしたって何って言われるとねあれですが、ちょっとねもしそうだね、あなた様との触れ合いをちょっと思い出してる部分があったり、そこでね癒されながら自分の
気持ちをね整えている、そういったところがありますね。でお相手様はちょっとしっかりこれからね、休んであなた様への歩みを進めていくために計画を立てようと思ってるんですね。自分がねこうしたいからっていう風に決めて昔はこうだったとかああだったとか言いながら、昔と同じようなねあなた様に努力を強いるような、あなた様が辛い思いをするような、そういったことは避けていきたいっていう風に言ってるんですね。力任せねぐいっと引っ張るんじゃなくてしっかりとね手を差し伸べてエスコートするっていうね、そういう風にお相手さんはねなっていきたいみたいなんですね。そのためにねお相手様はあらゆることをね今我慢しないといけないっていう風に思ってますし、そうするべきだっていう風にねお相手様自身思ってますね。やっぱりハーミットが出ていたのでそうなりますよね。内政をね本気でやろうと思ったら何かね娯楽のね、方に流れちゃうってことってなかなかねないですし、しっかりとね自分を見ようと思った時息抜きをねしようと思う時もあると思いますけれども、その息抜きっていうのもね何かあなた様との触れ合いのこととかをね、あなた様との心の触れ合いとか、物理的なね触れ合いも含めますけど、この場合そういうね温かさっていうものをね思い出してる、そういうことをね言ってますね。お相手様としてはあなた様が嫌だと思うことっていうものはしたくないみたいなので、あなた様がねこうしたいああしたいって言ってはっきり言うと結構お相手様は楽になるかもしれないですね。何か突破口を見つけられるかもしれないです。あまりね会えていないかなっていうところがね出てきてたんですけれども、もしね連絡が取り合えるようだったら会えるようになったらとか、もしこうなったらとかね、また楽しい時間過ごそうねみたいなね、そういう空気感でねお話ししてもらえるとお相手様はね楽になるみたいですね。楽になるというか突破口をね見つけていけるっていう風に言ってるので、あなた様の後押しが必要っていうことみたいですね。甘えたさんな感じがしますが、あなた様への思いどうなんでしょうか。次にねこちらも、お相手さん側のデッキであなた様への思いについて見ていきたいと思います。はい、お相手様ね今複雑なお気持ちですね。悪くないんですよ。けれどもやっぱりこれ会えてる方ね少ないんじゃないかなと思いますね。お相手様ねあなた様を求めすぎてでも我慢しすぎているから今ものすごく寂しいんですね。で寂しさからねちょっと逃げたいっていうような感じもしているし、そうだな、ここのタワーがね真ん中に来ててね、やっぱり自分が変わらないといけないっていう風に思ってるんですよね。なるほど。あなた様に伝えたいこととかね思いについては寂しいってことがまず一つです。あなた様にね会いたいんですね。会ってなんというかお気持ちを確かめたいってところがねありそうですね。なるほど。月のカード出てきましたね。あなた様が自分のことをどう思っているのかっていうのをやっぱり知りたいのがまず一つあって、でその次にね自分は変わったかなって、前とは違うでしょっていうところをあなた様にねやっぱり伝えたい、変わった自分っていうものを見てもらいたいんですね。それをねお届けしますよっていう風に言ってますし、今のね物悲しさっていうものはお相手様ね自業自得だって言ってますね。自分が今こんなに寂しい思いをしているのもあなた様に辛い思いをさせて、あなた様がもしかしたら離れるかもしれないなんていう不安をね抱えてしまうこともある。それは自分のせいだと思っていて、なんでしょうね、お相手さん何をやらかしたかなと思ったんですけれども、ここにね
ハイプレステスのカードで出てきていて、きっとお相手様はね、こうあなた様に対してなんだろうな、こう愛情を伝える言葉っていうものをね、あまりかけてこられなかったんじゃないでしょうか。例えば仕事があって連絡がねなかなか取れませんでしたと、お返事が遅くなってしまいましたと、そういう時があったとしたら、仕事なんだから仕方ないでしょみたいな感じでこうツンとね一言で終わらせてしまったりとかね、ごめん仕事で遅くなっちゃって連絡できなかったよっていうね一言をね言ってくれたら、あなた様も気にしてくれてるんだっていう気持ちが分かって、いいよって言えるじゃないですか。でも分かってくれるだろうみたいな感じでお相手様は言っていたかもしれないですね。分かってくれてるだろうみたいな感覚で甘いですよね。分かってくれてるだろうっていうのはね。なので、そういったところがあってあなた様に会えない寂しさ、そしてそうだな、他の人を選べる状況にあるっていうこともお相手さんうっすら感じ取ってるんじゃないでしょうかね。こう一番最初にあなた様の状況で出したカードからね読み取れたんですけれども、そういったねことがあったらお相手様は自分がね悪いと、自分のね自業自得だと、そういう風にねしっかりね反省してるんじゃないですか。これね、そらね自分で蒔いた種ですからね。はい、そっか、やっぱりね会えてる方少ないかな。セパレーションのカード出てきてますね。今はお相手様ね内省する時ですし、あなた様から連絡をしない方がこの場合結構お相手様にとってはきついって言うとあれですけれども状況になるので、こうね追い込みをかけれるっていう感じですね。お相手様はそうか。これね、補足でね、ちょっと出したのマジシャンなんですけれども、この分離期間、離れている期間っていうものは、いいことですよと。いい方向に向かうためのお別れ、一時的な会えない期間っていうことになっていますね。で、次にねエンゲージメント出てきたので、お相手様ねしっかりあなた様とね対話する時間とかもこれからのねことを考える、お話し合いするっていうね時も設けてくれるんじゃないですかね。そのためにこれあなた様への思いとして出しているので、あなた様とねしっかりとこう約束を交わして責任を取っていく。そしてあなた様もお相手様と一緒に過ごす未来っていうものを選ぶかどうかっていうところをね決断しないといけなくなりますから、お互いが覚悟して進めていく関係になるわけですよね。そういった方向にねお相手様は向かってほしいなと思ってるみたいですね。これあなた様への思いなので、はい、今までね、見てきました、現状と悩み、そして望んでいること、あなた様への思いなんですけれども、お相手様はね、ちょっとわがままな一面とも見られたんですけれども、今内省してます。内省の時です。で、あなた様にね、別の人が現れたらどうしようなっていうね、ことも思いながら、けれども、その内省できている時間っていうものはあなた様からもらった安心感、自分は愛されているんだ、思われているんだっていうね安心感から来るものでもあるので、それはねお相手様ちょっと気づいてなさそうですけれども、でもその内省の期間っていうものはお二人がね次に進んでいくために必要な期間で、これからね先のお二人の未来っていうのは何でもねどのようにでもなっていけるっていう風に出てきてるんですね。これマジシャンですからね。そういったところがね出てきています。将来的にはね明るそうなんですけれども、そういったね動きがねいつぐらいにあるのかっていうことをねこう大体の目安でちょっと見たいと思います。時期的に早いのかどうかっていうことですよね。早いか遅いかっていうのはこう見てくださっている方のね感覚によると思いますので、あなた様がアクションを起こせば時期はね変わりそうだよっていう風に言ってくれていますね。どんな風にしたらいいのかな。
そっか。あなた様がね、お相手様に本音でぶつかるっていうことがね、キーになってきそうです。はい、合わせてね、ルノルマンで、古事記的なものをね、見ていきたいと思います。あ、そうだな。動きがある。お相手様のカードにしましょうかね。お相手様のカード。この場合、ジェントルマンにしましょうか。このカードですね。このカードが出てきたら、出てくるタイミングをね、ちょっと見ててもらいたいなと思います。はい、では行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13と、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、30のところで出てきました。お相手さんですね。30の1個手前。月。あ、いいですね。ルノルマンって月っていいからね。これね、次。はい、ガーデン。あ、そっかそっか。お相手様ね、やってくるまで、まあ30というね、時期の目安が出てきています。30、31。そうね、ルノルマンカードが36枚ありますので、そうだな。まあ、カードで言えば後ろの方になりますけれども、こう時期としては、あなた様が思っているよりも遅めになるかもしれません。でも、これは今現時点の、状況を踏まえた上で、見ていますので、この時期をね、もう少し早めようと思ったら、よいしょ。こちらね、ソードの8が出てきていますので、これね、あなた様がどうせ無理だってね、思いがちなこととか、こんなこと言ってもわかんないだろうなとか、これ言ったら困るだろうな、みたいなね、ことを考えて、お相手様のことを考えて、押し殺していた自分の考え、ね、言葉、しまっていた言葉っていうものを伝えてみるのがいいかもしれません。はい、それでね、時期はね、ちょっと変わってきそうという風に出ているので、やってみるのもいいかもしれません。はい。でも、これはね、必ずやらないとダメっていうことではないので、はい。今、現時点の状態ですしね。また1ヶ月後見直すと、また変わってると思いますから、はい。それでね、ご自身とお相手様の距離っていうのもね、測ってもらえればと思います。はい。お相手様ね、あなた様に、アクションをね、起こしてくるっていうのは、まだ内省の時なので少しかかりそうですけれども、会えるっていう風になったら、本当にね、二人は楽しい時間をね、過ごせるようになるわけですね。お相手様ね、しっかりあなた様への思いを持って、こうもうね、あなた様しか見えないわけですよね。まあ、それで、お相手様がね、今まで築き上げてきたものとかも、ずっとね、あなた様に与えていきたいわけなんですよね。まあ、そういう関係性を求めて、あなた様のところに会いに行く。ね、あなた様との関係性を進めていく。そのように出てきております。はい。ちょっとね、会えていない方ね、いるかなと思いましたけど、会えてきますし、この先ね、しっかり二人の、対話っていうものが、起きそうなので、よかったなと思います。はい。それでは、絵をお選びくださった方のリーディング以上となります。お二人が、成就ね、恋愛成就なさいますように、お祈りしております。はい。それでは、ご視聴くださりありがとうございました。はい。それでは、B をお選びくださった方のリーディングしていきたいと思います。はい。それでは、お相手様のお気持ちを主に見るこのデッキと、あなた様のお気持ち、そして、補足で、ミニタロット用意しております。まあね、こちらね、すでにシャッフル済んでおります。はい、じゃあね、カードを出していきたいと思います。こちらね、あなた様の現状とかお気持ちについてね、少し、見ていきたいと思います。はい。はい。
続いてお相手様の状況、お気持ちについて見ていきます。はい、出ましたね。はい、それでは読んでいきたいと思います。あなた様のね、今現状、これね、全部ね、逆位置で出てきてしまってるんですよね。あなた様のね、本来の力っていうものが出し切れていない状態なんじゃないでしょうか。お相手様との関係性においてね、あなた様の良さっていうものがこう伝えられていない。本当はもっと言いたいことがあるし、見てもらいたい自分っていうものがあるし、そうだな、お相手さんとの将来の展望、こんなのがあるよっていうものも、あなた様ね、しっかり考えていらっしゃるんですよね。けれども、それを、うまく、表現できていない、またはお相手様に伝わっていないっていうところがあるかもしれません。で、そういったね、中でお相手様に伝わらないもどかしさとかがあって、そうだな、このお相手様との恋愛終わらせないといけないっていう風にね、考えてらっしゃる方もね、見てるかもしれません。はい、お相手様大ピンチですよね。ねえ。もう何やってるんでしょうか、お相手様はもう。ね、これね、お相手様の今現状としてね、スターの逆位置出てきてますね。なるほど。で、次はね、ワンダのナイトでしょ。ね、これね、ペンタクルスの6ですね。お相手様ね、なんかこうちょっと現実逃避してますね。あなた様がこう自分からね、少し離れてしまいそうっていうようなお気持ちを持ってらっしゃるんじゃないでしょうか。でね、それで、何か別のことに没頭することで、ちょっと現実から逃げてますね、これ。ね、いけないですね。お相手様もね、分かってほしいお気持ちありますし、本当はね、あなた様と、そっか、本当はね、こう、あなた様と、やっていきたいというか、やっていきたいっていうのは、そのね、関係性を進めていきたい、このね、関係性を守りたい、自分がね、この恋をね、手放すっていうことはね、ないっていう風に言ってるんですよね。で、何かこうお仕事にこう注力することで、そこのね、こうあなた様がね、ちょっと離れちゃいそうっていうこととか、自分の気持ちをね、はっきり言えてないのは、こう仕事のせいなんだってことにしちゃって、こう言い訳をしてるんですね。で、そんなこんなで、こうギリギリの毎日を送る。わざと自分を忙しくして、バランスを崩して、忙しい風に、してしまっているっていうお相手さんの現状があるみたいですね。それはね、そんな風にね、すると、あなた様もね、愛想尽きちゃうっていうのもね、当然ですよね。はい。お相手様もっとしっかりしてほしいですね。ここはね。ちょっとね、これ次見てみましょう。お相手様のね、現状とか今考えていることは現実逃避みたいなことになっちゃってるんですけれども、本当はね、あなた様との関係性進めたいし、自分はね、あなた様のことを思ってるよっていうことね、気持ちもね、しっかり持っていらっしゃるので、あなた様のね、絵の大好きな気持ちっていうのが、言えないままみたいなんですね。これはね、あなた様にもね、言えることかもしれないですけど、お互いね、まだちょっと本音をね、見せきれていない部分がね、あるかもしれません。だとしたら、あなた様がね、諦めるのはもしかしたらまだ早いのかもしれません。はい、じゃあね、ちょっと次見ていきましょう。次はね、お相手様の悩んでいることについて、見ていきたいと思います。お相手様ね、今何に悩んでいるというのでしょう。早くね、あなた様にこうアクションを起こさないとダメなんだけどな。おっとっと、失礼しました。
はい、お相手様ね、悩んでること出してくれました。その2、正1、ペンタクルスの3、逆1、そしてワンドの4、じゃない、ごめんなさい、ソードの4、逆1で出てきています。お相手様ね、ちょっとソード褒め。何かね、こう今、恋愛モードには慣れていないっていうところ、そこをね、まず言ってきていますね。ちょっとわかりづらいですね。補足もらいたいと思います。はい。お相手様ね、何か今勉強してるみたいですね。情報を集めてますね。お相手様は何かね、こう、あなた様との恋愛成就のために必要な、マインドについて何か勉強してるみたいですね。そっか。それで、ギリギリね、ちょっと自分の精神を保っているっていうところあるみたいですね。そっか。自分には、勉強ね、熱心なのはいいんですけれどもね、ちょっと的外れなこと勉強されてたらなと思ったんですけれども、ビギナーズマインドのね、カードね、出てきていますし、お相手様はあなた様と関係性をね、しっかり守っていくために、勉強してるんですね。そのための勉強なので、そうだな。何かね、お心当たりある方いらっしゃるかもしれません。専門的な、内容にもね、かかってくるかもしれませんね。で、今ね、その教わっている内容については、そうですね、あなた様との恋愛を進めるために必要な知識なので、恋愛ノウハウとか、それもあるでしょうけれども、それよりももっとね、実務的なところを、調べられてるんじゃないですかね。例えば、そうだな、これね、複雑恋愛で見てますので、あなた様と遠距離だったり、全然会えてなかったりとか、そうだな、もうこれはね、もう絶対いますっていう方だけ、当てはめてくれたらいいなと思うんですけれども、お相手様にもうすでにパートナーがいらっしゃる場合、それってね、こう、けじめをつけるときって、一筋縄ではいかないわけですよね。あなた様と生活をね、新たに始めるっていう風になると、またね、いろんなね、ところに相談しに行かないといけないわけですよね。これまで、住んでいた家とかもそうですけれども、あなた様と一緒になるってなったら、またね、そこを清算するためにね、専門ね、知識をね、持った人に相談しないといけないんですよね。お部屋探すときにね、不動産屋さんに行って相談しに行くのと一緒ですし、そういったね、情報をね、今集めてらっしゃいますね。よかったですね。お相手様はもう今動かなかったどうするのと思ったんですけれども、ちょっとね、あなた様には見えないところでかもしれないですけど、しっかりね、リサーチしてるんですね。で、それで、忙しいみたいな風にね、ちょっと最初逃げてるとか言ってね、ごめんなさいって感じなんですけれども、それはね、お仕事に逃げているっていうね、部分もあるかもしれないんですが、そういうね、忙しさの中に、お相手様の情報収集っていうものも含まれていますね。なので、あなた様と関係性を進めていくためにどうしたらいいのかっていうところで、今情報を集めてますね。お勉強してます。ね、もうその道にね、明るい人に、知恵をお借りしている状態なんですね。そして、ソードの4が出てきているので、これから進んでいくんじゃないですか。お相手様は進んでいきたいなっていうふうに思っている。それがね、悩んでいるところに出てきているので、そっか。今までのね、しがらみとか、重荷をね、背負っていたものっていうものを、下ろして、身軽な感じでね、行きたいと、そういう風に言ってくれていますね。身一つでね、来てくれたらなぁ、なんて思ってる方もいるかもしれませんね。はい、それだけね、たくさんのことを抱えたお相手さんのようなんですけれども、今ね、
そうだな、ペンタクルズのね3がね逆位置で出てきていたので、めちゃくちゃ相談しまくっているっていう感じがね出てますね。いろんな、もうなんかこれに詳しい誰それさんとか、これはこの人、これはあの人、これはこの人に聞いてわーっていう状態になってるけれども、お相手様のねお気持ちとしては比較的ね明るいみたいですね。なんかこうやって自分が動いていることで新しく入ってきたね情報をもとにあなた様との関係性進めていけそうだっていうね明るいね部分がね見えているんじゃないでしょうか。そうやって今のねちょっと現実の辛さっていうところをやっぱり回避するために、必死にねなっておられるんじゃないかなと思います。ギリギリのね張り詰めた毎日っていうものがお相手さんの方でね続いているみたいなので、それもね少し悩んでいるところではあるんですが、ちょっとここはねお相手様頑張れっていうような風に私は思いますね、個人的にですけれども。はい、頑張れお相手さんね、しっかり調べてね情報集めてあなた様のところにねぴょんと飛んでこれるようにしっかり準備してほしいなって思います。はい、これは個人的な意見ですが、続いて、お相手様が望んでいることについて、見ていきたいと思います。はい、はい、まずね、一番最初に入ってきたのがまずこの頑張った自分を見てほしいっていう風にね、まず言っていますね。お相手様のね望んでいること、ここねちょっとね逆位置で出てきている部分ありますけれども、カップの、ナイトと、ワンドの9、ここがねちょっと逆位置で出てきておりますが、これはね特に心配することないかなと思いますね。あなた様へのお気持ちがなくなるってことではないですし、そっか何かねあなた様お相手様が望んでいることなので、まずねこんなにね変わった自分を見てほしいって、こんなに頑張ったんだよっていうことをまず言いたいみたいなんですね。それはあなた様との関係性をこれから先に進めるために勉強してきたことなんで、あまりね知識として蓄えられたっていう状態で自信をつけた状態で来るっていうだけのことなので、あなた様にどんだけ調べて何を学んでどんな風にするプランが立ったのかっていうところ、具体的なところはねちょっとね言ってこないかもしれないんですよ。けれどもお相手様の中で確実に自分は変わったっていう自信がおありなので、こんなねちょっとね安定したスッキリとねした自分、これからもう任せてくれていいよなんてね言える自分、そうですね、ある意味人間のいいも悪いも分かって、あなた様自分のね弱みっていうものも知った上であなた様と一緒に生きていく、そういう心のね深みが自分にはあるんだよっていうことを言いたい、伝えたいんですね。で、それはねこれまで学んできたこととか、じゃあどうやってそんな状態になったのかみたいなプロセス的なところはねお相手様お話にはなさらないかもしれないんですけれども、そこをね言う必要はないだろうっていうふうに思ってますね。そこもね教えてくれた方が分かりやすくていいんですけど、それはねお相手様はこれまで背負ってきたものっていうものがたくさんありましたよね。ワンダの10がね出てきてました。それをね取っ払っていきたいっていう風に言ってますし、ここでもねワンダの9のね逆位置が出ているんですね。そうだな、ここでいうところのワンダの9は望んでることだから、そうだな、引き続きねやらないといけないこととか背負うべき責任っていうものが全くなくなったと、そういう認識をしているわけではないというふうに言っているので、あなた様との今後について自分がしっかりとねリーダーシップ持っていくっていうふうにね、言いたいんじゃないでしょうかと思ったんですが、ワンダのキングのねちょっと逆位置が出てきたのでなんでって思っているところなんですが、ある種ちょっとね
そうだな、何かこう厳しい感じでね、お相手さんは考えているんじゃないでしょうか。自分にこう、しっかりしないといけないとか、そういうね、厳格さっていうものを、ね、自分に課してやるんじゃないでしょうかね。あなた様には見せないかもしれないですね。それは。優しさ。そうだな。あなた様に対しては、こう自分がね、背負い続けているものとか、思いっていうもの、ちょっと暗いね、ネガティブな思いっていうものは、見せないで、ちょっとね、自分を戒めながら、進めていくおつもりのようですね。何か、そうだな。あなた様との関係性を進めていくためにね、いろいろ捨てるんですけれども、お相手様は、そうだな、捨てた後のこう後悔とか罪悪感みたいなのが後からやってくるかもしれないんですね。っていうことをお相手様は考えています。実際はね、そうでもないかもしれないんですけれどもね、起きないとわからないのでね。はい、想像の4が出てきたな。逆位置だな。けれどもね、お相手様はね、しっかりと、その部分もね、自分の中で消化していて、バランスね、取れた状態のままね、進んでいけそうなので、そういったね、こう、何か関係性を清算してくるだとか、あなた様を選び取るために、背負ってきたもの、手放したもの、ね、終わりにしてきた人間関係っていうものは、そうですね。お相手様の中で処理されることということで、そっとしておくのが一番なのかなと思いますね。まあ、お相手様としては自分で解決するからっていう風にね、ここでちょっと言ってる気がするので、そうだな。あくまで、こう、今まで自分がやってきたことっていうのはもういいから、完成された自分、安定した自分、あなた様との、道をね、しっかりと選び取れる、自信を持って進んでいける自分を見てほしいっていう、そういうね、望みがね、出てきているかなと思いますね。はい。お相手様ね、結構ね、厳格な方なんですね。なんかこう、最初にね、見ていると、こうちょっと、現実逃避気味のね、様子が現れていたので、どうしたかなと思ってたんですけれども、まあ、現実逃避っていうのはね、あなた様と向き合うよりは、自分のね、超えるべきもの、課題とか、なんていうかね、必要な情報を集める、そういったことにね、注力しているっていうことなんですけれども、まあ、同時にね、あなた様ともしっかり向き合いながら、そのね、やるべきことっていうのをできたらいいんですけれども、そこまでの器用さはね、もしかしてないのかなと思いますね。忙しいっていう風に言っている場合、何かね、忙しい理由は、仕事とか言ってね、なんかちょっとぼかしたりしてるかもしれないですけれども、付き合いだとか言ってね、言ってるかもしれないですけれども、実際はね、なんかもう、引きこもりのようなね、感じの生活をね、されているんじゃないかなと思うんで、ちょっとね、見直させてもらいました。はい。そういうね、そうだな、あんまりね、こう自由に、こう楽しい感じで毎日を送ってるっていう感じではないんですよね。お相手様。はい。こちらね、次、あなた様への思いについて出しました。はい。あなた様へのお気持ちね、しっかり持っていらっしゃいますよ。で、これまでね、少し、こうね、わがままだった自分とか、それでね、本音を見せきれなかった自分、まあ、そうだな、お相手様としては、あなた様に甘えたい気持ちっていうものもあるみたいなんですよね。で、自分はしっかりやれているっていうところをあなた様にやはり見てもらいたい。ね、そういうところをね、評価してもらいたいみたいなんですね。カップの9の逆位置が出てきましたね。お相手様ね、お気持ちとか、なんていうか、ふわふわしたね、言葉で、何かね、あなた様を、なん
なんかいい気持ちにさせるってことはね、したくないみたいなんですよね。中身が伴っていないから、しっかりと、現実的なね、部分で言うと、お金がいるってなった時は、しっかりとね、お金稼げてないとダメだし、ね、将来ね、二人でやっていくために必要なものとかが出てきますよね。でもそれも、愛があればなんとかなるよ、みたいな感じで、言って終わりみたいな風にはしたくないんですよね。しっかりと具体的な解決策っていうものも持った上で、しっかりとあなた様との将来を見据えていきたい。そういう風にね、言ってるんでね、何かロマンチックなね、お言葉がね、お相手様から出てきたりとか、そういうことはね、あまりないかもしれないんですけれども、そっか。ね。今までお相手様としては、何か、これね、ソードの子の逆位置なので、言葉がね、きつい面があったかもしれないんですよね。で、自分はこうだからとか、分かってよね、みたいな言い方もね、してきたかもしれないです。けれども、そういったね、ことをなんだろうな、それは実際に、なんというか、じゃあそれはね、本当にそうなのかって聞かれた時ですよね。お相手様が、じゃあ忙しいんだよとかね、言われたら、何に忙しいのって言われると、言葉にね、詰まってしまうっていうことがあるわけですよね。それって結局、本当のね、自分っていうものを見せられていないわけで、それは実際ではないんですよね。なので、お相手様は、あなた様に対して、これまでね、何か適当って言ったらね、言葉悪いですけれども、分かってよっていうね、甘えから、言葉足らずだったことね、あったかもしれません。ね、それで喧嘩になりたくないし、しっかりとね、あなた様にね、正直に話していきたいっていう風にね、言ってます。でね、これ太陽のね、逆位置が出てきていたんですけれども、あなた様に対するお気持ちっていうものは、強く思っているんですね。強いんですけれども、ここでね、逆位置出てるのなんでかなって思った時に、はい。そっか、これね、太陽もワンドの4も、本当はね、逆で読もうが、正位置で読もうが、あまりね、大差ない、一緒に読んでもね、大丈夫くらいの、強いね、幸福の、幸せのカードなんですけれども、これをね、ちょっと逆位置でね、出てきている意味もね、あるかなと思うので、まずちょっとね、ここではね、あえて逆のままにしときますが、あなた様への思いは本当に熱くって、二人で生活基盤を整えていきたいし、あなた様を中心に明るい、これからね、ご結婚なさるんだったとしたら、家庭を作っていきたいし、ビジネスをされる方だったら、素晴らしいね、環境、お仕事の達成っていうものをね、目標を持ってね、やっていきたいっていうふうに言ってますし、そういうね、思いがお相手様の中にあるんですよね。しっかりとある。けれども、ちょっとだけね、不安なところもあるみたいで、そうしたいんだけど、あなた様どう思うかなっていうところに、あるんじゃないでしょうか。そこもね、本音でね、話し合いがね、できていれば、今後ね、できればいいなというふうに思います。あなた様もね、状況とかお気持ちの面でね、タロット最初ね、逆位置で出てきていたので、全部ね、お伝えになられていないかもしれないんですよね。あなた様の良さとかやりたいこと、自分ってこんな人間なんだよっていうことをね、お話ししたいんじゃないかなと思うんですね。で、お話ししきれていない部分っていうものもあると思います。その欠けている情報とかが、これをね、最後正位置にしてくれると、ね、今回のリーディングではね、感じました。はい。こちらね、お相手様のお気持ちとして、そこでエンジェルカード、ロマンスエンジェルさんに見ていきたいと思います。はい。はい。はーい。なんだかね、パッと明るいのを着て欲しかったんですけれどもね、
必ずこれにも意味があるのでね、しっかり読んでいきたいと思います。はい、まずね、ソウルメイトのカード出てきましたね。そして、チルドレンのカード、ヒーリングファミリーイシューも出てきました。お相手様ね、あなた様に対する思いの中に、少しね、過去のトラウマを呼び起こされる場面があったりするんじゃないでしょうか。それはね、お相手様が過去、幼少期において、抱えた傷だったりするんじゃないかなと思いますね。これは、もうすでにね、パートナーがいらっしゃって、お子さんがいらっしゃるとか、そういうね、ケースだった場合は、お子さんに対して、どのように関わるかっていうところにね、お相手様はね、悩んでいる可能性はあるんですが、それがね、関わっているんだと思うのですが、そういう人じゃないですっていう方はね、ちょっとスルーしてくださいね。だとしたら、お相手様が抱えるインナーチャイルドの問題だったりするのでね。そっか。もうそれすらもね、やっぱりね、縁として、断ち切っていかなければならないっていう風にね、あなた様のためですよ。にね、思ってるんですね。はい。これでまたペンタクルスの三脚1か。そっか。お相手様は、そうですね。家族の問題に関して、これからね、先、しっかりとね、専門家を入れた形で進めていくんじゃないでしょうかね。何か問題を解決するために他者のね、知恵を借りるっていうところは、先ほどもね、出てきていたので、そういったね、対応の仕方をね、なさるんじゃないでしょうか。そしてね、本当に自分の幸せっていうところに、今後はね、しっかりと気持ちを大切にしていきたい。はい、生まれ変わりたいんですね。お相手さん、デスのカード出してきてくれました。バランスのね、取れた自分を見てほしいっていうものが、望んでいることにね、出てきていたんですけれども、これはね、やっぱり、今までにない感覚を持っているわけですよね。持っている状態なのですよね。だから新しい自分を見てほしいし、生まれ変わっているっていうことをね、あなた様の思いのところにね、出してきているので、生まれ変わってもう完全にもう以前の自分とは違うんだっていうことをね、言っていますし、それをね、あなた様にやっぱり伝えたい。そういう気持ちがね、一番にね、出てきているんじゃないかなと思いました。そこにね、ぜひ、あなた様もね、自分のね、変化っていうものをね、感じ取ってほしいというふうにもね、伝えてくれているので、何かね、この方の場合ね、お会いできている雰囲気がするんですけれども、連絡をね、取り合う中で、もしお会いになれてなかったとしてもね、連絡を取り合う中で、少しずつね、お相手様の、言動というものがね、変化してくると思われるので、その辺にね、ちょっとアンテナを張っていただければな、というふうに思いました。はい、それではね、B をお選びくださった方なんですけれども、お互いのね、状況として、まず本音をね、出し切れていないっていうところがありそうですし、お相手様がね、ちょっと忙しいって言って、何かね、お仕事に逃げている、他のね、ことに、夢中になっているような様子を見せているかもしれないんですけれども、それはね、あなた様との今後のために必要な知識だったり、情報っていうものを、いろんな人から集めているんですね。で、そのね、情報を集める中で、お相手様はきっとね、うまくいきそうだっていうところまでね、ポジティブなね、兆しもね、見えているみたいなので、このままね、あなた様との関係性を進めるための情報っていうものを集めてもらったらいいんじゃないかなと、私個人的には思いました。で、なんかね、表面的にはね、分かりづらい、行動なんですけれども、そしてね、お相手様が将来、自分がね、いかに、調べまくって、相談しまくって、出した結論なのかっていうね、その苦労とかね、努力のね、プロセスはね、お見せにならないかもしれないんですが、それはしっかりとね、自分の中で、抱えて、持っていくもんだっていう風に言っているんですね。この先もずっとそうかとは
わからないんですけれどもね、ある時に、実はあの時こうだったんだよっていう風なお話をね、いつかなさるかもしれません。その可能性がゼロというわけではないんですが、今のところはね、あなた様をね、きっと守るためでしょうね。それで、今は自分の中にしまっておいて、そのまま背負うべきものは自分でしっかりと背負っていくんだと。ね、あなた様に隠し事しようということではないですよ。そういうお気持ちでいらっしゃるみたいなんですね。はい。で、あなた様への思いについては、生まれ変わった自分っていうものをね、やはり見せていきたいっていうふうに言ってますし、あなた様との対話を経て、しっかりと自分がね、これですね、太陽のカードと、よいしょ、ワンダのね、これ逆位置だったんですけれども、最初ね、しっかりとね、聖地の意味になるように、実現するようにやっていきたいっていう風に言ってくれていますので、今はね、お互いにしんどい時期が続きそうなんですけれども、お相手様はね、その現実を変えるために今、必死にね、頑張っているみたいなので、何かね、チャンスを、与えてもらえたらなと思います。はい、お相手様はね、あなた様のところにね、行きますのでね、ちゃんと。ソウルメイトのカード出てきていますし、今ね、行ったり来たりで苦しい状況かもしれませんが、お相手様なりのお考えがあって、動かれているようなので、そうですね。この先ね、お相手様が変わる様子っていうものを、待っていただければいいのかなと思いました。はい、それでは、B をお選びくださった方のリーディング以上となります。ご視聴くださりありがとうございました。お二人の幸せな未来というものを願っております。またお会いいたしましょう。はい、それでは C をお選びくださった方のリーディングしていきたいと思います。3つのデッキ使用しております。まずこちらがお相手様のお気持ち、そしてこちらがあなた様へのお気持ち、そしてこれが補足カードとして、使っていくデッキになっています。はい、では、今日はね、もうシャッフル済みのものを用意しておりますので、早速ね、カード出していきたいと思います。はい、まずはね、あなた様の方から、見ていきましょう。もうね、あなた様ね、今かなりお辛い状況かな。お相手様のね、方も見ていきたいと思います。なるほど。なんだかね、ちょっと状況がね、ちぐはぐのような気がしますが、ここからね、しっかり見ていきたいと思います。まず、あなた様の、現状とかお気持ちについては、バンドの9正1で、バンドの6逆1、そして、その9正1になってます。もうね、あなた様本当に今大丈夫ですかね。今ね、かなりしんどい状況かなと思うんですね。いろんなね、ことをね、周囲に相談していたりとか、もちろんね、複雑恋愛で見ていますので、秘密の恋愛の場合は、周囲の方にね、相談できないかもしれないですけれども、匿名でね、お話を聞いてもらえる場所があったら、そういったところに、ご相談なさってるかもしれないし、そういったところでね、情報収集をなさってるかなというふうに思います。で、またね、ワンダの6のね、逆位置が出てきているので、もうね、自分はね、選ばれないんじゃないかっていうね、そういうお気持ちがあって、すごい不安になっていらっしゃる。でね、もうこれね、もう悪夢、夜も眠れないカード出てきちゃってるので、夢にもね、何か最悪の出来事っていうものが出てきてしまっている可能性ありますよね。かなりお辛いですよね。ちょっ
とね、応援メッセージをちょっとこれからもらいたいと思います。はい。応援メッセージを出すと、元気づけるカードが出てきましたね。カードも応援してくれていますよ。今現状ね、かなりお辛いと思うんですけれども、この関係性にね、何かね、希望を捨てないでほしいっていうようなね、メッセージを感じるので、ちょっとね、最後まで見ていただければと思います。はい、次にね、お相手様の、今現状とか考えていること、お気持ちについてね、見たいと思います。ワンダのキング、聖一、ソードの9、聖一、同じですね。あなた様と一緒ですね。お相手様もちょっとそっか、お相手様もね、今なぜか辛い状況ですね。お二人ともが同じくらい辛い状況っていう風に出てきているんですけれども、大丈夫ですかね。でもお相手様はね、ちょっとだけね、楽観的な部分もあって、そこまであなた様ほど深刻に捉えていない部分があるんですよね。ちょっとその点ちぐはぐなんですけれども、そことの違いをね、見たいなと思いますね。なるほど。あなた様は選ばれないかもしれないっていうことでね、ご心配をなさっているかもしれないです。この関係性が進まないとか、お相手様がね、別の方を選んでしまうんじゃないかっていうところで心配なさっているようですし、そこがね、前提にあって、もう苦しいっていうね、ことをね、言ってきてくれてるのかな、出してくれてるのかなと思うんですけれども、ね、別の道もあるんじゃないかっていうね、お気持ちもね、うっすらね、お持ちかもしれません。お相手様がね、何かね、ちょっとこれからね、しっかりとね、進めそうなね、意志とか決意とか情熱をね、持ち始めてるのなんでかなって思ったんですけれども、お相手さんもね、かなり厳しい状況なんですけれども、ソードナさんのね、逆位置が出てきたので、お相手様のね、キスがね、言えそうなんですね。はい。なんかね、もう虹が出てきて、なんかピースフルな感じ、出てきたんですけれども、これテンペラーズね、聖地です。はい。お相手様ね、何か今このお辛い状況を、あなた様、そうだな、あなた様のなんかね、ちょっと辛口で申し訳ないんですけれども、悩みをよそに自分はね、ちょっとお相手様は復活するみたいなんですね、お気持ちとして。で、精神状況がね、回復していくっていうことなので、何かね、別の方に、情熱を注ぐとか、そういうことではないんですけれども、あなた様を差し置いて、どこかに行っちゃおうとしているってことではないですよ。なんですけれども、お二人ともね、今、ソードの9ね、両方出してきたので、お二人ともね、すごいしんどい状況なのかなと思います。ただ、このカードが応援してくれてるね、カレッジのカードね、出てきたんですけれども、それがね、なんで応援してくれてるのかなと思ったら、このお相手さんが先にね、回復してくるので、お相手様がこの現実をね、しっかりと動かしてくるっていうことをね、それもね、踏まえて、言ってくれてるんじゃないでしょうか。この関係性は、まだ諦めなくても大丈夫じゃないっていう風に。あなた様はね、今はまだこのお相手様の状況にお気づきになっていないかもしれないので、ちょっとね、しんどかったのかもしれませんし、いろんなね、ちょっと情報を集めてる中でね、どうしてもネガティブなものが目に入ってしまったりね、したかもしれませんね。けどね、お相手様が考えていることっていうのは、気持ちがね、どんどん回復してきて、気持ちがね、切り替わるんですよね。パチッと。暗い雰囲気から、明るい前向きなお考えがね、次々と浮かんできて、自分ならやれるぞ。こうやってここからスタートしていこうっていう風に考えれるようになってくるんですね。で、なので、お相手様が今ね、ちょっとお相手様もあなた様も苦しい状況ではあるんですけれども、お相手様は次の段階のことに考えを巡らし始めています。それが今現状として出てきています。はい。ちょっとね、どんどん見ていきましょう。はい。ね、これね、応援してくれているので、ちょっとここに出しておきたいと思います。はい。お相手様ね、しっかりね、進んできてくれそうなんですね。
と、そんなねお相手様がね悩んでいることについて、見ていきたいと思います。さっきのね、相談の9がねやっぱり気になるので、そことねちょっと兼ね合いを考えて、見ていきたいと思います。はい、ジャッジメントね、逆位置出てきましたね。これ、福江で見てくださってる方いるのかな。あとはね、一度お別れされた方とか、もうお別れをね、しないといけないくらいに、こう何かね、周囲からこう圧力をかけられているというようなこともあるかもしれませんね。で、でもね、ソードの4の逆位置が出てきていて、ワンダの9のね、逆位置も出てきてるんですね。なのでお相手様の悩んでいることっていうものは単純で、あなた様と復活ねどうにかしていきたいってことなんですよね。復活ができないっていう風になるとお相手様ねもう耐えられないんですよね。もう何もかもやる気がなくなってしまうね。はい、そうですよね。はい、ストレングスのカード出てきました。あなた様をね、やっぱり愛していきたいし、こう迷いなく進みたいわけですよね。もやもやした感情とかも、吹き飛ばしてね、やっていきたいので、このまま、もう毎日をなんかもう消化試合のように、こうダラダラと過ごしたり、ね、あとはもうこんなね、辛い毎日がこれから先の人生ずっと続くのかなんて思いたくないよって言ってますね。で、これね、ジャッジメントの逆位置なので、復縁したいとか復活したい、自分の気持ちをね、もう一度奮い立たせたいっていうところもあると思うんですけれども、どちらかというと、これもワンダの4出てきたので、あなた様との関係性を復活していきたい。そして、復活していく時には、またね、新たな始まりっていうことをね、さっき出していたので、そこからお相手様ね、あなた様とのこう未来を作っていくための基礎をね、作りたいと、それをね、考えているんじゃないでしょうか。で、そのためにこう復縁ができなかったら、復活できなかったら困るし、どうしようっていう風にね、そこがね、お相手様の今悩みどころみたいですね。本当は愛したいし、こうもやもやしていきたくない、自分に正直に生きていきたいんですね。で、あなた様とね、本当は一緒にね暮らしていきたいとか、もっとねたくさん一緒にいられる時間増やしたいっていう風に思ってるんですね。でもね、それがね、今現状はなかなか叶ってこないっていうね、そこをね、お相手さんは辛く感じているんでしょうね。さっきのソードの9はね、きっとそうだと思います。ね、お相手様は復活をね、望んでいらっしゃいますし、それが、できていないっていうことに今悩んでいます。はい。お相手様はね、あなた様のこと大好きですね。もう、大好きというかね、もうね、大切な存在なんですよね。もう愛してらっしゃるんですね。あなた様とね、一緒にいると癒されたり、こう、ほっとできるんでしょうね。それってね、すごくね、長く一緒にいようと思うと、大切なことなんですよね。はい。そしたら次に、お相手様の望んでいることについて、見ていきたいと思います。お相手様の望んでいること、復活なんですけれども、今ね、一番の望み何かなというところ見ていきたいと思います。はい。カップの5の逆位置と、これもね、復活を意味するね、カードでもありますよね。そっか、もうジャッジメントも両方もうジャッジメントね、出しちゃったからね、こっちで出してくれたのかなって思います。お相手様はね、とにかくあなた様と、やり直したいというよりかは、始めていきたいんですね。そして、毎日ね、こう楽しく暮らしたいわけですよ。楽しくね、楽しいって大切なんですよね。やっぱり何か楽しんじゃいけないっていうことをね、楽しいとかいうことをね、後回しにしたいとか、楽しんじゃいけないっていうことをね、自分にね、言い聞かせてしまう方が時々いらっしゃるんですけれども、楽しいってね、すごく大切な感覚なんですよね。楽しいがないと、どんなね、苦しいこともね、やっぱり乗り越えづらいんですよね。苦しいだけに終わってしまうんですよね。
ね、楽しんで人生ね、起こるのが大切だって言うけれども、無責任にねこう何でもこう適当にやってはい楽しいはい楽ちんっていうのはね、全然違うんですけれども、あなた様はねそういった風にはねならないとは思うんですが、お相手様がね望んでいることっていうのはそういうね、責任もね、しっかり果たして、で、自由も、その責任に伴った分だけの、自由も持って、そして、あなた様との関係性も楽しみながら、日々ね、同じものを同じ日はね、やってこないっていうふうに思うと、毎日新鮮なお気持ちになりません？でね、そういうふうな感覚で、心のね、平穏っていうものを保ちながら過ごす毎日っていうのは、楽しいですよね、きっと。で、そういった関係性をね望んでいますね。で、お相手様はそれをねこうちょっとずーっとね何か考えてしまってるんですね。で、それをねそこから少しこう抜け出してしっかりとね自分が始めていきたいんでしょうね。それが望んでいることとしてねまず上がってきます。これね、はいはい。罠のね6が出てきたので、お相手さんはねもう悩むことをやめてあなた様に、会いに行くべきだっていう風にね、あなた様のところに早く向かうべきだっていう風に思ってますね。そういう風にしたいんですね。で、カップの5の逆位置でね出てきましたが、それでお相手様何したいのっていうと、復活してお相手様はねもうあなた様を思い続ける毎日、そういうね楽しい毎日、自分に正直でいること、それをねあなた様と生活の中で実現していきたいっていうふうに言ってますね。で、こちらね、カップの3の逆位置出てきましたけれども、何かねこういいも悪いも全てね決めつけてしまう、もうはっきりねしてしまうんじゃなくて、こうバチッとね結論を出してしまうんじゃなくて、必要なことはねあるんですよ。この結論を出すっていうのはねしっかりと決めていくことは大切だけれども、何でもかんでもそういうことをねせずに、明日どうするとかね、例えばですけれども、デートの約束がねこう曖昧だったとしても、その明日の気分で決めようよっていうのをね、一つ楽しみがあるわけじゃないですか。何かね明日のプランが決まってないなんてなんか損した気分みたいな風にね思うかもしれないですね。でもその行き当たりばったりで2人がこう作り出す新しい日、これまでになかった日、この先にも同じ日はやってこないっていう風に考えると、何か一つでも2人で一緒にねやれたことがあったんだとしたら、それってすごく楽しいことだし素敵なことだと思うんですね。で、これはね私が思うことなんで、一例であるんですけれども、そういった楽しみ方っていうものをお相手様はされていきたいんじゃないでしょうか。白黒はっきりせずにねグレーな部分も楽しんでいきたい。関係性がねグレーっていうね、グレーのねところをねずっと楽しみたいとかね、今のままがいいとかそういう話じゃないですよ、ね、そういうねあなた様との中でこう緩やかにもっと自由な形で楽しんでいきたいっていうふうに言ってるんですね。はい。今回ね、複雑恋愛で見ていますので、ちょっと今回はね、復縁とか、一度お別れしてるとか、距離感がね、ある方なのかなと思いますが、もし、これがね、パートナーさんがね、他にいらっしゃる場合だったとしたら、こう、あなた様からね、少し離れようとしている空気感をね、お相手様は察知されていますね。なので、ちょっとある種の危機感もね、覚えながら、あなた様とは、そんなね、何か、一般的なこうカップルとはこうあるべきとかパートナーシップとはこうあるべきみたいなねところに縛られず、2人だけで人生作っていきたいっていう風にね、そういう視点で思われてますね、あなた様のこと。はい、よいしょ。ではね、次あなた様への思いについてねもっと見ていきたいと思います。
相手様ね、すごいですね。ワールドのカードね、出してくれました。そしてね、ワンダの6。もうね、文句なしですよね、これね。ソードのエースのね、逆位置が出てきたんですけれども、あなた様への思いっていうものはね、非常に強くあって、世界のカードがね、示しているように、あなた様との関係性っていうものが、お相手様の中でやっぱり全てなんですよね。何かね、そうだな、一体感を感じるわけですよね。あなた様と一緒にいると、全てね、全て今までの自分が肯定されるような、そんな気分にもなるみたいなんですね。で、そっか。で、お相手様としては、そうですね、今、現状、ちょっと強がって周りに気丈に振る舞う姿っていうのを見せているのかなと思いますが、そっか、そういうね、周囲からの目っていうものを気にしないであなた様に向かうっていうことが今のね自分に必要だっていうふうに考えています。お相手様のあなた様への思いについてねここ出していますが、ソードのねエースの逆位置が出ているのは、そうだな、そっかあなた様との関係性を続けていく、思いを伝えていくにあたってなんていうかね、そうだな、無謀なことはしたくないし、何かねあなた様が不快に思うようなやり方っていうのはしたくないみたいなんですね。だからしっかりとね準備をなさるんじゃないでしょうか。あなた様が心配なさってることね、もうね本当にねもうしんどい状況をね想像なさってるんですけれども、これねほら想像っていうかね夢に出るくらいねお辛い状況っていう風にはね出てるんですけれども、同時にねワンダのね6のね逆位置がねあなた様はね持ってらっしゃるんですよ。自分は選ばれないんじゃないかっていうところだったんですけどね、これ全く逆で、お相手様は政治でねしっかり出してきてるんですね。あなた様を選びますよって言ってるんですね。なので、この場合ね、お相手様は、周囲の目を気にしないだとか、これまでね、なんていうか、傲慢さもあったかもしれませんね。周囲に見せてきた態度として、何かね、冷たい態度だったかもしれないですけれども、愛のある、お相手様にね、変わっていくんじゃないですか。で、あなた様とは、あなた様の望まない形で、進めることはしないって言ってますし、あなた様にね、正直に言ってもらいたいんじゃないでしょうか。お相手様は行動はするんだけれども、何かね結論を出してあなた様にさあどっちにするかっていうようなね決断を迫るっていうようなことはねなさらないと思いますね。あくまで近づいていくんだけれどもなんていうか近づくだけ、なんだろうな、無理強いはしないっていう感じですよね。この先お二人はね一番最初ソードの9ね出して、お二人ね一緒のカードね出してきているので、もうつながってるんだろうなって思うんですけれども、復活もねおそらく二人がね望むのであれば可能でしょう。この場合ね進展としてありそうなんですが、お相手様ねあなた様をね選び取りたいっていう風に言ってますし、選ぶってね言ってるのでね、あなた様がね夜も眠れないほど悩んでいるってこともねきっと気づかれてるんでしょうね。ご存知なんでしょうね。この場合お二人はね乗り越えないといけない壁っていうものがあって、で二人ともねそれにはね気がついているし、大変だろうなっていう思いはあるんだけれども、二人がねやっぱり持ってる、二人がね積み重ねてきた時間とか絆っていうものがお相手様の中に深くね刻まれていて、お相手様はねあなた様のねことばかりを考えてしまうわけですよね。何か辛いことがあった時愛しいものとか思い浮かべて自分で自分の心を癒すっていうねそういうこともね人間はできるんですよね。そ
そうやってこう自分で自分を癒すっていうことをこう自然とね行えるはずなので、お相手様はねそういう形であなた様を思い浮かべながらこのね辛い状況を乗り越えるっていう風に言ってるんじゃないでしょうか。はい、ここでねあなた様へのね思いについて、ロマンスエンジェルさんからももう少しもらいたいと思います。はいはい、おお、はい、ちょっとねほっこりするようなカード出てきてくれてよかったなと思います。エンゲージメント、ハネムーン、ニューラブのカード出てきました。はい、これはね、婚約のカードって契約だったりねするんですけれども、お相手様ねしっかりとあなた様との今後について考えていらっしゃいますし、二人でね決めていこうねっていうことを言ってますね。で、お二人はね、この穏やかな状況のお気持ちの中でまた会うことができるっていう風に伝えてくれていますし、もう二人で一緒にいる時間をね楽しめますよっていう風に言ってくれています。これはねまたどこかに出かけるっていうこともあるかもしれないですけれども、二人でね、休日を過ごすっていうね意味合いもあるので、どこかにね出かけるとは限りませんが、そういうお相手様とね一緒に楽しめる時間がやってきますよって言ってますね。はい、これでニューラブ、これはねカードの基本的な意味としては新しい人がねやってくるっていうね意味合いなんですけれども、あなた様はね他の人にね行こうかなっていう風にね思うこともあるかもしれませんね。最初ねカッパの8ね聖地出てきていたので、もう相当辛いだろうなと思ってたんですが、それでもね構わないと思いますよ。ただお相手様はあなた様をこう選ぶっていう風に言っているので、そのねお相手様がやってきた時にやってくるまでに誰かがねあなた様にまた近づいてきてこうどちらかを選ぶっていう状況に、ね、なるかもしれないです。けれどもこれはねお相手様からあなた様への思いで見ていますので、こうお相手様はねこう自分がねこう変化した自分っていうものをねこう覚悟をね決めてきた自分っていうものをねあなた様に見てもらう、そういうね形で新しい愛、お二人のね新しい道っていうものを一緒に作ろうっていう話をねしてくれるんじゃないでしょうか。エンゲージメントも出てますしね。そのようにねここは読み取れると思います。はい、ロワースエンジェルさんもね応援してくれてますね。お相手様がねこうやってねしっかりやってくるのでね、お花持ってやってくる、実際にお花持ってくるかねちょっとわからないですけれども、このねお相手様はねこちらなんですけれども、お花ねバラ持ってるんですよね。そうやってねあなた様に愛を伝えに来る、そんな風になるんじゃないでしょうか。ワールドのカードもワンダの6もね出してきてますし、何より一番最初にね応援のねカードメッセージをね出してくれていましたので、はい、最後ねこれをねお選びいただいた方 Be Peace って書いてます。心をね平和に保つ、そこをねちょっと意識してもらえれば運は開けてくるのかなと思いました。はい、それでは、詩をお選びくださった方のリーディング以上となります。お二人がまた会えて愛情を交わし合えることを願っております。それではまたお会いいたしましょう。